コビレッジ最果て村は、熊本県の宇土半島という、ね、海を見下ろす山の上1万坪に30人、子供も9人いて、30人のコミュニティを形成している村です。エコビレッジというものを作った理由は、現代社会、ね、特に日本っていう社会の中で、これからコミュニティっていうものが大事になってくる。もう一つは当然ながら持続可能であること、ね、地球に環境に沿った生き方をするということ、そういうものを、これから必要になってくるし、自分もそういう暮らしをしたいなと、そういうものを模索提案していこうというのがこのエコビレッジで、一つ個性としてはルールとかリーダーとかそういうものを設定しなく、この最果て村の合言葉はお好きにどうぞ。2011年の11月にこの村が開村して、今30人の住人たちが日々お好きにどうぞでそれぞれ自発的にね行動することで、その循環で発展と維持がされているというね、面白い、ある意味社会実験のような。これからコミュニティっていうことね、この日本っていう国、この地球で暮らしていくという時に、自然とともにね、エコであることは、持続可能であることは大事なんだけれども、一つやっぱりルールとかリーダー、言ってしまえば法律ね、僕がだから人を殺さない、傷つけないとか、人のものを盗まないっていうのが、ね、いつの間にかルールのもとみんなそうやっているっていうような社会になってるなと思って。でも性善説じゃないですけど、僕は人間っていうのは衣食住が事足りて、ね、その気持ちいい環境にいた場合は犯罪とかそういう悪いことをするような生き物ではないと、確信していて、でもそんなの誰にもわからないので、それを実践してみようという、実際だから9年間最果て村っていうのはお好きにどうぞで、ね、僕もだから偉そうに発起人と言いましたけれども、村長ということでもなければ、最果て村で最もみんなに怒られてるのが多分発起人の僕っていう、そういうレベルの、ね、暮らしなんですけれども、社会に向けてこういう暮らしありますよっていうのがしていけたらというのが根本にあります。これはちっちゃい頃からこういった暮らしの中で育ったわけじゃなくて、本当にみんなその一般的な家庭の中で育ってきて、ただ親がちょっとね変わった教育をする親で、勉強するなっていう教育だった。子供の仕事は遊ぶことだ。だから外行って友達作って遊んでこいっていうのが父親がよく自分に言ってたことで、だから自分の仕事は遊ぶことだってずっと思っていて、でただ高校を卒業する前にその進路相談を受けて、ね、お前どうするの、働くのか、就職するのかって言われて、ちょっと愕然として、自分の仕事は遊ぶことだって思ってたのに、急に高校卒業したら働いてたし、遊ぶことって働いてたけど、多分大人たちが自分に言ってるのは、お金を稼ぐっていうのが働くっていうことなんだっていう解釈だったんですね。これがその当時の自分からしたらすごい受け入れがたい現実であって、お金を稼ぐために生きていくっていうすごいことをつけられて、お金を稼ぐことを目的に生きている大人たちってどんな生き方をしているのかすごいつまんなそうで、その原因がお金を稼ぐことっていう漠然とした、そうあるべきだみたいなことに盲目的に従っているような気がして、本当につまんなそうな大人たちが作ってる社会が嫌で嫌でしょうがなかったんですね。それ以外の生き方ってどういうことだろうっていうのが大人になってからの原点だったし、そこでいろんなことを旅しながらいろんな生き方に一人出会っていって、
それで本当に大人なのにお金も言ったらないのかもしれないけど、すごい楽しそうに生きている人たちっていうものに出会って、でそこにすごいこの社会が豊かになる答えがあるんじゃないのかなと思って、それが言ったらエコビレッジだったりとかそのカーだったりとかオーガニックエコシーンっていう世界だったんです。その世界を自分自身も生き始めて思ったのは、愛があっても、力がないと無力だし、力があっても愛がなかったら暴力になるし、それをどうその両方愛に対することなく融合することができるのかっていうことをすごいよく考えている。まずは自分たちが暮らす家ね、自分たちが落ち着いてその暮らせる家がないと、その外側に向けてこうエネルギーは全くもって注げない。自分が不安定だと、ね、誰かに優しくすることもきっと難しいから、まずは、家を、ね、改装して、ね、自分たちが仕事に最低限お金がないとやっぱり、ね、食べ物買えなかったり暮らしが成り立たないから、次は仕事となる場所で、なんかそうやって整えていってたら、要は今まではすごい汚くて雑に使えるスペースが、ね、仕事場としてきれいにお金をかけて整えちゃうと、ここ子供入っちゃダメっていう場所が増えてきちゃったわけ、ね、整えれば整えるほど今までその子供たちが出入りしてちょっとぐちゃぐちゃにしても怒られなかった場所が、入っちゃダメって、子供たち出入り禁止だよって、そこは子供ダメだよっていう場所が増えてきちゃったの。で大人は、ね、快適に仕事ができる場所、快適に集える場所がその増えて、大人のこう楽園感っていうか快適度は増してったんだけど、子供たちがその自由に遊べる場所っていうのが逆に減ってきたなっていう感じを受けて、だから誰にとってもこう楽園を感じれる場所でありたいと思ってここに今いるから、子どもたちにとっても楽園にしたい、それはここに住んでる子どもたちにとってもそうだし、そのゲストとして遊びに、ね、来てくれる子どもたちにとっても、ね、楽園を感じて帰れる場所にしたくって、遊具欲しいみたいな。3人目を妊娠した時にどう楽に育児をやれるかみたいなところもあったし、その子どもたちの楽園っていうところもあったし、あとは安全にそのね、最果ての子どもたちはこのフィールドに慣れてるから適当に木登りしたりとか遊んでるけど、そのゲストで来た子たちね、都会で遊んでる子たちがいきなり木登りできるかって言ったらそうじゃないし、ね、最果てキッズの真似して登ってても親が不安、だったりとかするのを見てて、なんか2歳児とか、ね、ちょっとちっちゃい子でも安心して遊べる遊具があると、その親も楽だし子どもたちにとってもいいなと思って、で、プロジェクトを立ち上げて、大型遊具を設置したいと。で1枚チラシ作って、で、個人クラウドファンディングみたいな感じで、俺リターンは宿泊だから遊具ができて子供と一緒に泊まりに来てくださいっていう形で1年かけて30万ぐらい集めて、でそれで遊具を購入して、でみんなで組み立てて設置した。うちの子供とか小学校に通ってなかったりするんだけど、小学校行き始めて学校に行かなくなった時期が、小学校の先生が一言ではなんで学校行かないのっていう話を聞くんですね。で勉強が嫌いとか友達と喧嘩したとかいじめられたみたいなことを聞くんだけど、子供はなんで学校に行きたくないのかっていう理由がわからないというか、自分の中で理解できなくて言えなかった。だからずっと無言で黙ってて、で
先生が帰ってきてからどんどん話を聞いていって最終的にその子が「分かった、僕学校行きたくないのは自分らしくいられないから学校に行きたくない」って言ったんですね。でそれってすごいことで、みんな大人にしたってなんか今会社に行って仕事して給料稼いで、ただなんか多分もやっとしてたりとか釈然としながら釈然とできずに生きてると思うんだけど、その原因がみんな分かってない。でも小学1年生の子供がその本質的な答え、自分らしくいられないっていう答えを導き出したことにすごい驚きもあったし、そこを知ったことでその次じゃあどんな風に自分を生きていくのかっていった時にまた次のフェーズに見えてきてて、だから今はそういった子たちに言うのは、ね、自分らしくいられないから学校がやらなかったっていうのは分かる。じゃあ次に取り組むべきことは、どんな学校だろうがどんな場所に行ったって自分らしくいられる自分にを学んでいくっていうことなんじゃないっていう話をして、正直競争社会を生きていく中で子供の時からね、実は失望していて、世界僕が子供の時はね、受験戦争、まさにだから経済がだんだん上がれの時で子供の時からだからいい大学入っていい会社に入ってっていう人生なんだなと思った時に、なんだったらそんな人生だったら別にやりたくないぞ、子供の時から思っていて、せっかくねこの地球に生まれてきたのにそんな競争ね、お金を集めて競争、要は正直競争社会である以上、ある種自分たちが生き延びるために、ね、自分が豊かになるために誰かに勝たなければいけないっていうことは、すなわち負ける人もいて、だから受験って言ったらだから仲のいい友達もある意味敵になっていくし、会社に入ってね出世するためには誰かを蹴落とすというか、誰かに勝っていかなきゃいけないっていう、それは美しくないなっていうのがあって、今の日本見てても自殺者が多いとか幸せが見えてこないっていうような人が結構いて、だそれを変えていきたいなっていうところでね、とはいえね、言うのは簡単だけど実際やってみなきゃ分かんないしね、理想論はできるけども実践してる人たちがいるんだなっていうことが一つ宝になるなと思って、だから最果て村はそういう意味ではまず持続可能なエコビレッジであるっていう珍しい存在とともにね、ルールもリーダーもなく合言葉をお好きにどうぞで9年間もちゃんとね、みんな楽しく暮らしてるんだよっていうことが一つ証明できてるし、ね、それを皆さんにも味わってもらいたいなと思います。